のささやきの朗読や廃棄物処理場で働いているといろんなものが捨てられてくる。家具、家電、写真、手紙。そしてたまに貴金属も混ざる。普通なら全部そのまま処理をする。持ち帰るのは禁止だ。けれど正直な話、みんな少しくらいは持ち帰る。壊れた自転車、まだ使える工具、古いゲーム機。ゴミの中にはまだ使えるものが多い。その日も埋め立てエリアの仕分けをしていた。袋を破って中身を確認する作業だ。その時小さな箱が出てきた。アクセサリーの箱だった。中を開けると銀色の指輪が入っていた。細い指輪、女物だ。石はついていなかった。ただ内側に文字が刻まれている。ミカエ。それだけ。少しだけ汚れていたが壊れてはいなかった。まだ普通に使える。どうしてこんなものを捨てたのか少し気になった。だがそれ以上考えずにポケットに入れた。その日の夜家に帰ってから指輪を洗った。水で汚れを落とすときれいな銀色が出てきた。思ったよりちゃんとした指輪だ。なんとなく指にはめてみる。なんとサイズはぴったりだった。その時玄関の方でドアの音がした。ガチャッと誰かがドアノブを回した音。こんな時間に誰も来るはずがない。時計を見ると夜中の2時だった。そしてドアはゆっくりと開いた。玄関の前に女が立っていた。長い髪、白い服。顔は髪で見えない。女は玄関の中に入ってきた。そして俺の指を見た。そしてそのままゆっくりと俺に手を伸ばしてきた。女の手は俺の指に伸びてきた。細くて青白い手。指先がゆっくりと近づいてくる。俺は思わず後ろに下がった。その瞬間、女の姿が消えたんだ。玄関には誰もいない。ドアも閉まっている。夢かと思った。疲れていたのかもしれない。そう思って深く考えないことにした。だがその夜から妙なことが起き始める。最初は窓だった。寝ていると窓ガラスを叩く音がする。コン、コン。ゆっくりとした音。2階の窓だ。外は何もない場所。叩けるはずなんかない。カーテンを開けてみると、やはり何もない。だがガラスには手の跡が残っていた。細い指の跡。5本。その形は女の手みたいだった。次の日の夜も同じ音がする。コン、コン。窓を叩く音。俺はすぐさまカーテンを開けた。だがやっぱり誰もいない。ただガラスの向こうに長い髪が一瞬だけ見えた。3日目の夜、今度は玄関だった。ガチャッとドアノブが回る音。俺はゆっくりと玄関へ向かった。ドアを開ける。だが誰もいない。だが足元に水が落ちていた。濡れた足跡。裸足の足跡が玄関の中へと続いている。足跡は廊下を進み、リビングまで続いていた。そして、俺の前で止まっていた。その時、指にはめた指輪がぎゅっと強く締まった。指輪が急に締まる。ぎゅっと指を締め付ける。俺は思わず外そうとした。
だが抜けない。さっきまで普通にはめられていたのにびくともしないんだ。石鹸をつけて何度も引いた。それでも抜けない。まるで指に食い込んでいるみたいだった。そしてその夜また音がした。今度は廊下。ゆっくり歩く足音。ペタッ、ペタッと濡れた足で歩く音。俺は寝室のドアを少しだけ開けた。廊下の電気は消えている。暗い。だが廊下の奥に何かが立っている。それはあの女だった。長い髪で赤い服。そして濡れている。髪から水が落ちていて顔は見えない。女はゆっくりと歩き出した。ペタ、ペタと足音がだんだん近づいてくる。俺はドアを閉めようとした。だが女の手がドアに触れた。青白い手。その手がゆっくりとドアを押す。隙間から髪が見えた。そして女は俺の手を見ていた。指輪。それだけをじっと見ている。そして女の口がゆっくりと動いた。それ、私の。その瞬間、指輪がさらに強く指に食い込んだ。指輪が指に食い込んで、痛みで声が出る。まるで誰かに引っ張られているみたいにぐっと締まる。女はドアの前に立っている。髪の奥からゆっくり顔が見えた。青白い顔、目は暗く沈んでいる。女は俺の手を見ていた。指輪だけを。それ、返して。低い声だった。俺は慌てて指輪を外そうとした。だが抜けない。石鹸、水、全部試した。それでも外れなかった。女は一歩近づく。足元から水が広がり、ペタ、ペタと床に濡れた足跡が残る。女は俺の手を掴んだ。氷みたいに冷たい手。そのまま指輪を見つめる。そしてゆっくりと指を引っ張った。ブチッと鈍い音がした。指輪が抜けた。女の手の中に銀色の指輪がある。だが俺の手を見ると、薬指から途中がなくなっていた。だが血は出ていない。ただ指輪の形だけがぽっかりと消えている。女は指輪をはめた。そしてゆっくりと玄関へ向かう。ドアを開け、外の暗闇へと消えていく。その日から女は来なくなった。だがあれから何年経った今でも、廃棄物処理場で同じ指輪が見つかるらしい。銀色の指輪。内側には、ミカエ。そう刻まれている。そしてそれを拾った従業員は、数日後には必ず薬指がなくなっている。これは大学生の頃の話だ。俺は友人と二人で山へキャンプに行ったことがある。場所は地元でも有名な山だった。登山客も多く、昼間は普通のハイキングコースになっている。ただ一つだけ変な場所があった。山の奥に立ち入り禁止の林がある。木の柵が作られていて、赤い看板が立っていた。そしてそこにはこう書かれていた。この先、禁足地。理由は書いていない。ただ入るなとだけ書かれている。その看板の前で地元の管理人らしい老人に会った。老人は俺たちを見るとすぐに言った。この先には絶対に行くなよ。
笑いながら言ったわけではない本気の顔だった。そして友人が冗談で聞いた。なんでです？老人は少し黙ってから言った。昔から入ってはいけないって決まっているんだ。それだけだった。理由は言わない。俺たちはそのまま山を登った。昼の山は普通だった。鳥の声が聞こえるし、空気も気持ちいい。ただ夕方になると雰囲気が変わる。急に静かになるんだ。風も止まる。山全体が息を止めているみたいだった。そして俺たちは山の途中の広場にテントを張った。焚き火をして飯を食って夜になる。その時友人が言った。なあ、さっきの金属地、ちょっと見に行かねえか？夜の山は真っ暗だった。ライトがないと何も見えない。でも看板の場所は近かった。俺は少し迷う。昼に会った老人の顔が頭に浮かぶんだ。でも友人は笑った。ちょっと見るだけだよ。柵の中に入らなきゃいいんだろ？結局俺たちはライトを持って歩き出した。夜の山道は昼とは別の場所みたいだった。足音だけが響く。やがてあの看板の場所に着いた。赤い看板。その奥に木の柵。ライトで照らすと林の中は真っ暗だった。奥が見えない。友人が言った。なんもないじゃん。その時だった。林の奥で白いものが動いた。人の形。木の間に白い影が立っていた。しかもこっちを見ている。林の奥に立っていた白い影は動かなかった。ライトの光が届く距離ではない。それでも人の形だと分かった。背が高くて細い。白いものが体にまとわりついている。服なのか、布なのか、それとも別のものなのか、はっきりとは見えなかった。友人が小さく言った。あれって、人？俺は答えなかった。なんとなく声を出してはいけない気がしたんだ。白い影はこちらをじっと見ている。動かない。ただそこに立っている。友人が笑った。なんだよ。誰かいるだけじゃん。そう言って柵の近くまで歩いた。俺は慌てて言う。やめとけって。でも友人は止まらなかった。柵の前に立ってライトを林の奥へと向けた。その瞬間白い影が少しだけ近づいた。一歩だけ。でもはっきりと分かった。距離が縮まっている。友人もそれに気づいて笑いが止まった。今、動いたよな。俺は何も言えなかった。その時だった。林の奥から風もないのに葉が揺れた。ざわ、ざわっと音が広がる。最初は一箇所。でもすぐに気づいた。一つではない。林の奥のあちこちで同じ音がしている。ライトを動かす。木の間の暗闇。その奥に白いものがいくつも見えた。一つだけではなかった。二つ、三つ、四つ。白い影が何体も立っていた。全部こっちを見ている。友人が息を飲んだ。その瞬間、白い影の一つがゆっくりと腕を上げた。細い腕、白い腕、そして林の奥を指さした。まるで、俺たちに入れ、そう言っているみたいだった。その時俺の後ろから声がした。低い声で。入っちゃダメだ。振り向くと昼に会ったあの老人が立っていた。いつの間に来たのか全く気配がなかった。
老人は俺たちの横を通り、柵の前に立った。林の奥を見たまま低い声で言う。見たのか？友人が答えた。白いのが。その瞬間、老人の顔が歪んだ。怒った顔ではない。もっと嫌なものを見た時の顔だった。老人はすぐに言った。帰れ。今すぐ山を降りろ。友人が聞いた。いや、あれ何なんですか？老人は林を見たまま言った。昔からいるんだ。それだけだった。俺は聞いてみた。あれって人なんですか？老人は首を振る。いや、あれは人ではない。そしてゆっくりと言った。昔な、この山には村があったんだ。山の奥の小さな集落、今はもうない。理由は誰も言わない。ただある日を境に人がいなくなった。村の後を調べに入った人が一人だけ戻ってきた。その人は言ったらしい。白いものが立っていた。家の前、道の上、山の中。全部の場所に白い影が立っていたそうだ。しかも全部こっちを見ていた。それを聞いた村はその場所を閉じた。誰も入らないように柵を作った。そして老人は小さく言った。だから禁足地なんだ。その時だった。林の奥から葉を踏む音が聞こえた。ザッ、ザッ。白い影が動いている。一体だけではない。何体も。ゆっくりと柵の方へと歩いてきている。白い影は止まらない。木の間を抜けて少しずつ近づいてくる。ライトを向けるとはっきりと見えた。白い布のようなものが体に巻きついている。顔は見えない。でも首の角度だけでわかる。全部俺たちを見ているんだ。老人が言った。目を合わせるな。動くぞ。その直後だった。一番前にいた白い影が柵のすぐ手前まで来た。そしてゆっくり腕を上げる。細い指。その指が柵の隙間を掴んだ。木の柵がミシッと音を立てる。老人がとっさに叫んだ。走れ！老人の声を聞いた瞬間、俺たちは走り出した。山道をとにかく下へと走る。暗い。ライトの光だけが地面を照らしていた。後ろなんかを見る余裕はない。でも足音だけは聞こえていた。ザッ、ザッ、ザッ。俺たちのものではない。もっと多い山の中を何人も走っている音。友人が叫んだ。やべえぞ、来てる！俺は振り向かなかった。振り向いたら終わる気がしたんだ。枝が頭に当たり、石につまずきそうになる。それでも走った。やがて山道の入り口の明かりが見えた。そこは駐車場だった。街灯の白い光が見えた瞬間、後ろの足音が止まった。急に静かになったんだ。俺たちはそのまま車まで走った。ドアを開け、すぐにエンジンをかける。車が動き出したその時、友人が小さく言った。なあ、あれ、見てみろ。バックミラーを見た。山道の入り口、そこに白い影が並んでいたんだ。何体も。しかも動いていない。ただ山の境目に立っていた。街灯の光の外、暗闇の中に白い影が並んでいる。全部こっちを見ていた。俺はアクセルを踏む。
そのまま一気に山を降りた。それから二度とその山には行っていない。ただ数年後に聞いた話がある。あの山の禁足地、柵が壊れていたらしい。誰かが中に入った形跡があった。警察も来た。でも中には誰もいなかったそうだ。ただ一つ変なものが見つかったらしい。林の奥の地面に白い布が何枚も落ちていたそうだ。それは古い布だった。その布には小さく字が書かれてあった。全部人の名前だった。そしてその名前の中に俺の友人の名前が一枚だけ混じっていたんだ。これは僕が小学校2年生の時、夏休みも終わりに近づいた頃の話です。僕は父と二人で海へ出かけました。とは言っても、海水浴に行ったわけではなく、仕事でついでに暇を持て余した僕がただついて行っただけです。用事を済ませ、帰り道の途中、カーナビを見ていた父が言いました。この先におすすめスポットがあるらしいぞ。父はカーナビでいろいろな場所を探すのが好きで、よく情報を調べていました。今回も何やら下調べをしていたようで、僕たちは車を降りてその場所へと向かいました。到着すると、そこは山間の小高い丘になっていて、展望台のような場所にベンチがいくつかありました。今でこそデートスポットになりそうだなぁと思いますが、当時の僕はまだ小学生です。何もないなぁと心では思いつつも、景色はよく見えますし、とても静かで落ち着いた雰囲気がありました。ベンチに座って一休みをしていると、不意に父が言いました。なあ、あそこにあるのって何だと思う？父は少し離れたところを指さして言いました。確かに何かがあるのは見えましたが、ここからでは距離がありすぎてはっきりとわかりません。気になるし、ちょっと行ってみるか？父はそう言って立ち上がり、また歩き出しました。僕もその後に続きます。しばらくすると、何か洞窟のようなものが視界に入りました。イメージ的には防空壕に近いのかもしれません。入り口には扉がありませんでしたが、暗くて中の様子はわかりません。横には、立ち入り禁止という看板が立てられていて、ロープが張られています。しかしそれを無視して父は中へ足を踏み入れようとしています。その瞬間でした。突然強い風が吹いて、中から何かが飛び出してきました。うわっと驚いた父が声を上げます。飛び出してきたものは全部で3個ありました。ちょうど人間の頭の大きさくらいの球体で、色は真っ黒、表面はつるっとした感じです。それらはすべて同じ方向にきれいに並んで転がっていきます。なんだあれ？父がつぶやきました。追いかけてみる？僕がそう聞くと、父は、いや、何か嫌な予感がするから帰ろう。と言ったので帰ることにしました。ところが帰り道にその黒い塊が3個転がっていたのです。僕たちは息を殺して立ち止まり、僕は思わず父の服をつかみました。父は何も言わずに黙ったままです。すると3つの黒い塊はゆっくりと動き始めました。それはまるで空中に浮かんでいるように見え、どんどん小さくなっていきます。1分も経たないうちに、もう肉眼ではほとんど見えないほどになっていました。ほっとする間もなく、今度は地面から3本の長い棒のようなものが生えているのに気づきました。目を凝らして見つめると、
それはどう見ても人の手の形をしていました。そしてそれが急に伸び始めたのです。伸びたと思ったら、続いて腕が、肩が、頭が、ついには全身が現れてしまいました。そこには裸の女性が3人立っていました。見た感じは若そうでしたが、こちらを見て微笑んでいます。不思議なことに、僕はさっきまで感じていた恐怖をすっかりと忘れていました。むしろ安心しているような落ち着く気持ちになっていたのです。女性はこちらへとそのまま歩いてきました。目の前に来たタイミングで父が口を開きます。あなたは誰なんですか？すると女性は笑いながら、私はこの世のものではありません。と言って消えてしまったのです。今となって思えば夢だったのではないかと疑ってしまいます。ですがどうしてもあの時の女性の姿が頭から離れず今日に至ります。関係ないのかもしれませんが、父はその後失踪し行方不明となりました。僕はうる覚えの記憶からあの場所を探そうとしているのですが、どうしても見つけることができません。今でもたどり着けずにいます。あの卒業旅行の帰り道で、俺たちは一人を置いて帰ることになった。置いて帰ったというより、見つからなかったんだ。高校を卒業した3月の終わり、仲のいい4人で、最後の思い出に温泉旅館へ行くことになった。場所は山の中にある小さな旅館だった。派手な観光地ではない。山道をしばらく登った先にある昔から続いているような宿だった。夕方に到着して車を降りた時だった。旅館の玄関の横に古い石の地蔵が並んでいるのが見えた。5体。全部同じ形で同じくらいの大きさ。ただ1体だけ首に赤い紐が巻かれていた。なんだこれ。友達の健太がそう言ってしゃがみ込んで見ていた。その時、旅館の人が玄関から出てきた。いらっしゃいませ。俺たちは普通に挨拶をして中へ入った。そのついでに健太が聞いた。外の地蔵って何なんですか？旅館の人は一瞬だけ表情を止めた。そしてすぐに笑ってこう言った。昔から置いてあるものなんです。それ以上は説明しなかった。少し気になったが、深く聞くほどでもない。俺たちはそのまま部屋へと案内された。夜は楽しかった。温泉に入って、飯を食って、部屋でジュースを飲んだ。卒業したばかりで、みんなこれから別の場所に行く。大学、専門学校、就職。だからこそこの旅行が最後だった。夜11時頃、そろそろ寝ようかという話になった時、翔がふと窓の外を見た。なあ、小さな声だった。今さ、誰か外歩いてなかった？俺たちは窓の方を見た。だが外は真っ暗だった。旅館の裏はすぐ山になっている。街灯もない。気のせいだろ。俺がそう言った。翔も、かもな、と言ってそのまま布団に入った。それからしばらくしてみんな寝た。そして夜中、俺は物音で目が覚めた。部屋の中は暗い。時計を見ると2時を少し過ぎていた。その時気づいた。布団が一つ空いている。
ショーの布団だった。トイレかと思いふと窓を見ると、襖の隙間から外が見えた。その窓の外に小さな影が立っていたんだ。子供くらいの背の高さ。じっと部屋の中を見ていた。首のあたりに赤い紐が揺れている。玄関にあったあの地蔵と同じ紐だった。そしてその影の横にショーが立っていた。まるでその子供に呼ばれているみたいに。窓の外に立っていたショーはじっとその小さな影を見ていた。夜の山は真っ暗だった。月も雲に隠れていて、外はほとんど何も見えない。それでもその影だけははっきりと見えた。子供くらいの背の高さ。そして首のあたりに赤い紐。俺は布団から体を起こした。ショー、何してんだ？と俺が小さく声をかけた。そしてショーはゆっくりと振り向いた。でも顔がどこかおかしかったんだ。焦っているわけでも驚いているわけでもない。ただぼんやりとしていた。外にさ、子供がいるんだ。ショーは静かな声で言った。その瞬間俺は窓の方を見た。でもそこにはもう何もいなかった。山の斜面と木の影だけだった。誰もいねえよ。とそう言ったが、ショーは首を振った。いや、さっきまでいたんだ。そして窓を少し開けて外を見た。冷たい山の空気が部屋に入ってくる。ショーはしばらく外を見ていたが、やがて窓を閉めて布団に戻った。夢かもな。そう言ってそのまま寝てしまった。俺も気にしないことにして、また眠りについた。朝になった。旅館の朝は静かだった。山の鳥の声が聞こえてきて、空気も冷たい。俺たちは朝飯を食べて、チェックアウトの準備をした。玄関で靴を履いている時だった。健太が地蔵の棚を見てこう言った。なあ、これ昨日と向き違くない？俺はそっちを見た。5体の地蔵が並んでいる。確かに昨日と少し向きが違う気がした。そして1体だけ赤い紐の地蔵が正面ではなく旅館の入り口の方を向いていた。まるで誰かを待っているみたいに。俺たちはそのまま車に乗った。帰りは俺が運転することになった。山道を下りながらみんな少し眠そうだった。すると後ろの席からショーが小さく言った。なあ、さっきの地蔵さ、4体じゃなかった？俺はバックミラーでショーを見た。いや、5体あっただろう。そう言った瞬間だった。ガンと大きな衝撃が走った。ハンドルが急に重くなり、車が横に揺れた。急ブレーキを踏んで何とか車を止める。心臓が激しくなっていた。車の前を見ると、道の真ん中に小さな石の地蔵が倒れていた。首に赤い紐が巻かれていたんだ。車の前に倒れていたのは小さな石の地蔵だった。首には赤い紐が巻かれている。俺たちは全員車から降りた。山道は静かだった。車も通らない。こんな場所に地蔵があるはずがない。健太がゆっくりと近づく。これって、さっきの旅館のやつじゃねえか？確かにそう見えた。同じ大きさ、同じ形。そしてあの赤い紐。俺は急に嫌な感じがしてこう言った。触っちゃダメだ。もう行こうぜ。
だが健太はもう地蔵の前に立っていた。その時だった。後ろから翔の声がした。いた。子供がいる。振り向くと翔が山の斜面を見ていた。俺たちもそっちを見る。木の間に小さな影が立っていた。子供くらいの背の高さ。それはじっとこちらを見ている。そしてその影はゆっくりと手を挙げた。まるでこっちへ来いと言っているみたいに。ダメだ、行っちゃダメだ。だが翔はもう歩き出していた。おい、翔、行くなって。止める間もなく翔は斜面を数歩登った。その瞬間だった。足元の土が崩れた。翔の体が斜面の下へ落ちた。転がる音がし、俺たちは慌てて駆け寄った。だが斜面の下には誰もいなかったんだ。翔の姿が消えていた。そして俺たちは警察を呼んで、旅館の人も来た。山を何時間も探したが、翔は見つからなかった。ただ一つ見つかったのは翔の靴だった。その横の土に小さな足跡が残っていた。裸足の足跡。子供のものだった。それは山の奥へと続いていた。数日後、旅館から電話があった。地蔵ですが。旅館の人は静かな声で言った。あれは昔、この山で亡くなった子供のために置いたものなんです。そしてこう続ける。5体あるのは理由があるんです。代わりに連れて行く人がいると、赤い紐の地蔵が動くと言われています。俺たちは4人で卒業旅行に行った。でも帰ってきたのは3人だった。そして今でも、あの旅館の玄関には地蔵が5体並んでいるらしい。ただ赤い紐の地蔵だけは、時々向きが変わるそうだ。まるで、次に連れて行く人を探しているみたいに。思い返せばあの日の異常は入り口の匂いで気づくべきだった。訓練用のトンネルは普段土ぼこりの乾いた匂いしかしない。だがその日は濡れた布をずっと放置したような鼻の奥に張り付く湿った匂いが漂っていた。教官は簡潔に言った。いいか、このトンネルだけは奥まで行くな。必ず中央のマーカーで引き返せ。理由は聞かされなかった。ただ、教官の目がいつもの訓練とは違う本気の色をしていた。俺ともう一人の同期、東雲に与えられたのは中間地点での安全確認。距離は短いはずだった。ライトを照らしながら進むと、壁に刻まれた古い番号が次々と現れた。その数字の一部がなぜか深く彫り直されている跡があった。まるで何度も何度もその数字を削り取ろうとしたかのように。トンネルの空気は外とは違い動かなかった。息を吸うと重く、湿度が喉にまとわりついた。歩くたびに靴底の音が遅れて反響する。反響が遅いのに違和感を覚え、東雲が小声で言った。これって、奥広いのか？そんなはずはない。事前説明では全長は100メートルもないと聞いていた。進むほどに反響の遅さは増した。壁が離れているのではない。奥に何かが広がっている。そんな感覚だけが濃くなった。やがて中間地点のマーカーが見えた。地面に埋め込まれた赤い線。そこで引き返すはずだった。
だがその時、トンネルの奥の闇の先から、ヒューッと風が吹いた。ありえない。この構造で風が流れるはずがないんだ。東雲と目を合わせた瞬間、俺たちは同時に気づいた。風ではなかったんだ。何かが吸い込むような音だった。赤いマーカーから半歩超えた東雲のライトが奥の壁を照らした。そこには壁なんてなく、闇が口を開けたような空洞がぽっかりと広がっていた。俺たちの訓練で聞いていた構造とは違う。それは人工のトンネルではなく、自然にえぐれた洞のように奥がどこまでも続いているように見えた。東雲が囁いた。なあ、奥に誰か立ってないか。目を凝らすと闇の中に白い点が2つ上下に並んでいた。目の高さではない人の膝ほどの高さに。それはじっとこちらを向いていた。俺は反射的に腕を伸ばし、東雲の肩を掴んだ。戻るぞ、今すぐ。そう言い切る前に、東雲が一歩だけ前へ進んだ。その瞬間、ライトが揺れた。その一歩の分だけ白い点がこちらに近づいた。人の膝ほどの高さにあるはずの点が、ブレもせず一直線に。東雲が息を吸う音が聞こえた。そして、ライトが消えた。ライトが消えた瞬間、東雲の息が詰まる音だけが暗闇に残った。俺は慌てて自分のライトを上げたが、光が奥へ吸い込まれるように弱まり、狭いはずのトンネルが黒く沈んで見えた。足元の赤いマーカーはかろうじて光を返すが、そこより奥は空間として存在していないように感じた。東雲、戻れ。赤線から出るな。声を絞るが返事はなかった。ライトを動かす。東雲はマーカーのギリギリ先に立ち、闇を凝視していた。瞳孔が開ききり、まるで何かを見せられているような顔だった。そして気づいた。東雲の影が足元に落ちていなかった。俺のライトが確かに当たっているのに、影だけがどこかへ消えていたんだ。東雲、聞こえるか？肩に触れようとした瞬間、彼の体が小さく震えた。呼ばれてる。その声は東雲のものなのに、別の何かと混ざったような深い響きだった。俺は腕を掴んで後ろへ引こうとした。だが東雲の体は地面に根を張ったかのように動かなかった。引く力とは逆にわずかに前へ傾いた。その時、闇の奥で白い点がまた光った。二つ、さっきよりもずっと近い距離で。ライトを向けると、光の中心が一瞬だけ濁るように揺れた。反射ではない、瞬きのように見えた。次の瞬間、ズッと何かが血をする音がした。靴でも布でもない、もっと柔らかい肉を引きずるような音。それが東雲の足元へ近づいてくる。俺は東雲を強く引いた。来い、下がれ。叫んでも東雲の体は微動だにせず、代わりに肩越しに俺を見た。その目が東雲の目ではなかった。焦点が合っていない。黒目が薄くにじみ、瞳孔が形を保てず、中心がゆっくりと溶けて広がっていく。その表情のまま、東雲が囁いた。トンネルの奥に通じてる。言葉の意味が理解できなかった。だが言い終えた瞬間、東雲の足元の地面がかすかに沈んだ。いや、沈んだのではない。引かれた。俺は反射的に腕を掴んだ。だが引き戻そうとした瞬間、
地面から黒い裂け目のようなものが開き、東雲の片足が飲み込まれた。東雲！俺の声はトンネルの奥で反響した。その反響の後ろに別の音が重なった。ヒュー、ヒューと吸い込む音。何かが呼吸をしているような遠く深い場所からの音。東雲の体がずるずると奥へ倒れ、裂け目の向こうへ沈んでいく。必死に腕を引いても東雲自身が抵抗していない。むしろわずかに前へ身を預けている。行く。私。その声の私だけ東雲の声ではなかった。最後の一瞬、東雲の顔が闇へ沈む間際、俺は見てしまった。奥の闇の中に白い膝の高さの点がいくつも横並びで光っていた。まるでこちらへ向けて頭を垂れている者たちが並んでいるかのように。そして東雲は完全に消えた。残されたのはぽっかりと開いた黒い穴と、そこから流れる低い呼吸音だけだった。東雲が消えた裂け目はしばらくの間呼吸するように動いていた。吸って吐いて、その度に冷気が漏れ、トンネル全体が奥へ引かれるように圧迫された。俺は這うように赤いマーカーの方へ戻ったが、足がもつれて膝が震え、息が浅くなった。東雲の名前を呼ぼうとしても、声が喉で途切れた。返事はなかった。ただ裂け目から、ヒューと吸い込む音だけが続いた。その音の合間に小さな足音が混ざった。コツ、コツと乾いた石の上を歩くような音。膝ほどの高さ。まさにあの白い点の位置だ。俺はライトを向ける。闇の奥で白い二つの点がまた現れた。今度は少し高い位置にあった。それがゆっくりと揺れた。東雲のライトが消えた地点からまるで誰かが立ち上がったかのように。俺は逃げようとした。赤いマーカーを越え、来た道へ走ろうとした。だが数歩進んだところで背中に強い違和感が走った。後ろで何かが立ち上がる気配がしたんだ。俺は反射的に振り返る。奥の闇から白い点がゆっくりとこちらへ向かってくる。高さはもう東雲の顔の位置だった。足音が一つ増えた。二つ、三つ、白い点は次々と現れ、列になって進んでくる。東雲と同じ背丈、同じ歩幅。ただし影がない。どれも足元に影を落とさず、地面を擦るように近づいてくる。俺はもうライトを向けることすらできず、後ずさりしながら必死に出口へ向かおうとした。その時突然、無線が鳴った。ガリッというノイズの後、戻るな。奥から来る。という声が聞こえた。それは東雲の声だった。俺は無線を落とした。東雲の声の後ろに別の音が重なっていたからだ。ヒュー、ヒューと吸い込む音。そしてその合間に混ざったか細いささやき。変われ。振り返ると白い点の列がもうトンネルの中央に達していた。その先頭には明らかに東雲と同じ形の影がいた。だが顔の輪郭が崩れており、表情が溶け落ち、目の位置にはあの白い点が二つだけ残っていた。足が動かなくなった。逃げようとしたのに息が詰まり、喉が閉じていく。東雲のそれが近づく。闇の列が押し寄せるように広がり、足元の赤いマーカーが黒く覆われた。東雲だった影が手を伸ばした。
俺の胸元をつかみ、奥の闇へと向こう側へと連れて行こうと引いた。最後に見えたのはトンネルの入り口から差し込むわずかな光と、その光の中に立っている東雲と同じ背丈の影がもう一つ増えていく光景だった。俺の視界は闇に沈み、呼吸の音だけが続いた。ヒュー、ヒュー。その奥でかすかに聞こえるささやきがあった。次はお前が呼ぶ。そして俺は外へ戻れなかった。最初にあの間取り図を見た日は何の違和感も覚えなかった。ただの古い物件資料。築40年の小さなアパートで、俺が担当をしたのは退去後の原状回復の確認だった。会社の倉庫で資料を探していたとき、一冊だけ黄ばんだファイルが棚の隅に落ちていた。開くと、雑にホチキスで留められた間取り図が出てきた。そこには、見たことのない部屋が一つ書かれていた。1K のアパートのはずなのに、右端に小さく、物置と書かれた4畳のスペースがある。現地の間取りには存在しない部屋だ。俺は妙だと思いながらも、古い設計図の名残だろうと軽く流し、現状回復の立ち会いへ向かった。物件は薄暗い通り沿いに立っている。壁は汚れ、階段はところどころ錆びていた。誰も住んでいないアパート特有の空気の重さが階段の途中からずっと肌にまとわりついていた。部屋に入ると前の入居者が急に出て行った理由がわずかにわかる気がした。空気が冷たい。窓は閉まっているのにどこからか細い風が流れ込んでくる。室内を一回り見ていると壁に不自然な線が浮かんでいるのに気づいた。指でなぞるとそこだけ冷たさが違う。薄く板を張ったような感触があった。そしてその線の形はあの間取り図に書かれていた物置と全く同じ位置だった。偶然とは思えなかった。俺は試しに耳を当ててみた。すると内側からコツコツと何かが軽く壁を叩く音がした。呼吸が一瞬止まった。隣の部屋ではない。この壁の中から聞こえているんだ。背中に冷たい汗が流れたその時、部屋の入り口でカタッと物音がした。振り返っても誰もいない。ただ、玄関の床に泥のついた靴の跡が一つだけあった。俺の靴とは形が違う。前の入居者が残した跡にしては新しすぎた。壁の中の音が止んだ。静寂の中、さっき落とした古い間取り図を拾い上げると、4畳の物置の線が薄く震えているように見えた。まるでその部屋はまだあると伝えてくるみたいに。その瞬間背後の壁がトンと叩かれた。だが一度ではなかった。2回、3回、4回。だんだん強くなる。壁の向こうで誰かが確実に動いている。誰かいるのかと口から勝手に声が漏れた。すると壁の中からはっきりと聞こえてきた。トン、トントン。それはもう物音ではなかった。壁の向こうから帰ってきたトン、トントンはどう考えても人間の意志を持った音だった。背中に冷えたものが上がっていく。けれど逃げようとしても体が動かなかった。足だけが床に張り付いたみたいに固まっていた。しばらくすると壁の中で何かがゆっくりと移動する音がした。擦れるような
狭い場所を這うような不自然に長い何かが動く音。それは玄関の方へ向かっているように聞こえた。やめてくれ。思わず漏れた声に反応するように音がピタリと止まった。次の瞬間、玄関の床に置いていた間取り図が不意に風もないのにめくれ上がった。そのめくれた部分には4畳の物置に続く点線のような通路が書かれていた。こんな線、さっきはなかった。指でなぞると紙がじっとりと湿っている。冷たくて、まるで誰かの手汗が染み込んでいるようだった。その時だ。ガリッ、ガリッと玄関の床下から金属をひっかくような音が響いた。アパートの構造上、床下に空洞はない。それでも確かに何かがいる。玄関の隅のクッションフロアがゆっくりと膨らんだ。指で押し返してくるように内側から持ち上がっている。膨れた部分がやがて拳大の盛り上がりになり、その真ん中がプツンと破れた。暗い穴が開いた。その穴の奥から生臭い冷気が吹き上がる。そして白い指が一本、ニュッと出てきた。細くて異常に長い指。爪は硬く反り返り、皮膚は土で汚れたように黒ずんでいた。指は床をつかむように曲がり、ゆっくりと穴から這い出してくる。一本、また一本。気づけば5本より多い手になっていた。俺は一歩後ずさり、壁際まで下がった。心臓の音が喉まで上がってくる。呼吸が浅くなる。ふと視線が壁に向いた。壁に貼られた古い間取り図が勝手にふわりと揺れた。その揺れと同時に図面の中の物置の線がかすかに開いた。開いた部分はまるで扉のように見える。その瞬間背後の壁から声がした。ここだよ。低くくぐもった声。壁の中から、そして物置の位置から。足元の穴では白い指が床を叩くように、カン、カンカンと音を立てた。壁の向こうの足元の下、二方向から同時に呼ばれている。逃げ場なんてどこにもなかった。足元の穴から伸びる白い指は、床を掴んで俺の方へとじりじり迫ってきた。壁の中からはさっきより近い声がする。こっちだ。開けてくれ。その声ははっきりと人の声だった。だけど、普通の人間が出せる響きではない。狭い場所で何年も押しつぶされていたような乾いた奥に詰まった音。俺は震える手で壁を押した。そこにはただの薄いベニヤ板が張っているだけのはずなのに、指が沈むほど柔らかかった。ベニヤ板が中から押されている。ドン、ドン、ドン。壁の中の何かが強く叩いている。同時に足元の穴からは細長い腕が一本ゆっくりと伸びてきた。指が5本ではない。7本、8本。必要な分だけ勝手に増えていく。その腕が俺の足首を掴んだ。冷たすぎて痛みより先に痺れが来た。離せ、離せって。俺は必死に振りほどこうとしたが逆に引かれた。床下に沈められるようにかかとがフロアにめり込んでいく。壁では今度は爪が引っかく音がした。ガリガリ、ガリガリとベニヤが裂ける。あと少しで破られる。間取り図を見ると存在しないはずの物置に書かれた扉の線が完全に開いていた。図面の中の空間に黒い影がうごめいている。そこは絵ではない。
中が動いている。足元の腕の力が弱まった。膝まで沈み、骨がきしむ音がした。痛みが遅れて襲ってきた。壁の中から手が一本、ベニヤを破って突き出た。白く、細く、指が曲がっている。その手が俺の肩を掴んだ。引きずられる。床下と壁の両方から二つの方向に同時に。やめてくれ！本当に！叫んだ瞬間、壁の奥から顔が覗いた。真っ暗な穴のような目。皮膚は土と埃でボロボロ。だが口だけがはっきりと動いた。ここに来い。次の瞬間、壁の穴に片ごと引きずられた。骨がきしむほどの力で、上半身がベニヤの向こう側にめり込んでいく。足元の腕は逆方向に引く。体が裂ける痛みで視界が白く染まった。そして、どちらかが勝った。壁の中の手が俺を強く引っ張り、肩ごと、胸ごと、頭ごと、壁の向こうへと沈めた。最後に見えたのは、部屋の床に落ちた古い間取り図。その物置の部分がゆっくりと閉じ、図面が静かに平らに戻っていく。そこにはもう余計な部屋は描かれていなかった。まるで最初から存在していなかったかのように。アパートの中には何も残らなかった。あの橋のことを知ったのは旅館の主人からだった。3年前の冬、俺は一人で温泉街に泊まりに行った。仕事が続いていて疲れていて、とにかく静かな場所に行きたかった。その温泉街は山の奥にあって観光客も少ない。小さな川に沿って古い旅館が何軒か並んでいるだけの場所だった。俺が泊まったのはその中でも一番古そうな旅館だった。木造3階建て。廊下も階段も歩くとギシギシとなる。夕飯の後風呂に入って部屋に戻る途中、廊下で主人に会った。70歳くらいの男。世間話をしているうちに主人がふとこんなことを言った。夜は橋の向こうには行かない方がいいですよ。俺は聞き返した。橋ですか？主人は窓の外を指さした。旅館の裏を流れる川。その少し下流に古い橋がかかっている。昼間、旅館に来る途中で見た。ただの古い橋にしか見えなかった。俺が理由を聞くと、主人は少し黙った。それからゆっくりとこう言った。渡ると戻らない人がいるんですよ。思わず笑いそうになる。よくある階段だと思った。だが主人だけは真顔だった。昔からなんです。橋を夜に渡ると帰り道で事故に遭う人が多い。不思議なくらい続いているんです。そう言って主人は話を終わらせた。部屋に戻ってもその話が頭に妙に残っていた。窓から外を見る。川の向こうにあの橋が見える。街灯が一つだけ立っていて、その下に橋がぼんやりと浮かんでいる。夜11時くらいだった。雪がうっすらと降っていた。橋の上には誰もいない。ただ、その時ふと思った。渡ったらどうなるんだろう。怖いというより確かめたくなったんだ。俺はコートを着て旅館を出た。雪は弱かった。川の音だけが聞こえる。橋まで歩いて1分くらい。目の前に来ると昼間より古く見えた。木の板が黒くなっている。
踏むとギシッと音がした。橋の真ん中まで来たとき、向こう側に人が立っているのに気づいた。女だった。白い服で長い髪。橋の向こうにじっと立っている。そして俺と目が合った瞬間、女はゆっくり橋の向こうへと歩いていった。まるで、こっちに来い、そういうみたいに。女の後ろ姿はすぐに暗闇に溶けた。橋の向こうは街灯がなく、川沿いの細い道が続いているだけだった。俺は橋の真ん中で立ち止まった。さっきの女、旅館の客だろうか。だがあの時間に一人で橋の向こうへ行くのは少し不自然だった。雪はまだ静かに降っている。橋の板の上にうっすら積もり始めていた。その時気づいた。橋の向こう側の雪の上に足跡がある。それは裸足の足跡だった。小さくて細い足。雪の上にはっきりと残っている。それはさっきの女のものだった。ただ妙だった。足跡は橋の向こうへと続いている。だが橋のこちら側には一つもないんだ。つまり女は橋の向こうから来ていない。どこからか突然そこに立っていた。そう考えた瞬間、背中が重くなった。橋を渡りきるか戻るか、ちょっとだけ迷った。だが結局俺は橋を渡ってしまった。ここまで来たのに戻るのも変な気がしたからだ。橋の向こうに出る。川の音がだんだん大きくなり、道は細く街灯もない。雪が地面を白くしている。そしてあの足跡。裸足の足跡が道の奥へ続いている。俺はその後を追うように歩いた。十数メートルほど進んだ時だった。突然足跡が止まった。雪の上でぷつりと消えている。その場で終わっていたんだ。まるでそこで人が消えたみたいに。ギシッという音。橋の音だった。誰かが橋を渡っている。俺は振り返る。雪の中で橋の上に人影が立っていた。白い服の女。さっきの女だった。だがさっきと違う。今度は橋の真ん中に立っている。そしてこちらを見ている。そのままゆっくりと腕が上がり、指がこちらを指した。俺に向かって。その時背後でもう一つ音がした。雪を踏む音。俺はゆっくりと振り返る。道の奥、暗闇の中に同じ女がもう一人立っていた。道の奥に女が立っている。白い服、長い髪。さっき橋の向こうに歩いて行った女と同じだった。俺はゆっくりと振り返る。橋の上にも同じ女が立っている。つまり、前にも後ろにも同じ女がいるんだ。雪の中で二人とも動かない。ただこちらを見ている。いや、見ているはずなのに、顔がよく見えなかった。髪が垂れて、表情が隠れている。俺はその場から動けなかった。橋に戻るか、奥へ進むか。どちらにしてもあの女の横を通ることになる。その時、奥に立っていた女がゆっくりと歩き始めた。雪を踏む音がする。ギュッ、ギュッ、と俺に向かってくる。同時に橋の上の女も歩き始めた。こちらへ挟まれる形だった。俺は反射的に走る。橋の方へ。とにかく旅館へ戻ろうと思った。橋に飛び乗り、木の板が大きくなった。ギシ、ギシ、と雪で滑る橋を必死に走る。
背後で足音が聞こえた。裸足の足音。橋の上をすぐ後ろで誰かが走っている。俺に振り返る勇気はなかった。その時旅館の明かりが見えてきた。あと少し。その時だった。足元で大きく音が鳴った。橋の板が折れたんだ。俺の体はそのまま落ちた。冷たい水に叩きつけられる。川の流れが強かった。俺は必死に岸へ上がろうとした。その時、水の中で足をつかまれた。冷たい手だった。下から何かが俺の足を掴んでいる。引きずり込もうとしていた。俺は必死に暴れて岩にしがみついた。なんとか岸に上がった時、俺の足首にははっきりと手形が残っていた。青黒い指の跡だった。あれから3年、俺は今でも右足を引きずって歩いている。骨は折れていない。だが足の感覚が戻らないんだ。医者は原因がわからないと言った。ただあの旅館の主人は最後にこう言った。橋を渡った人はね、だいたい何かを持って帰るんですよ。俺はその意味を最近知った。冬になると右足が冷たくなるんだ。まるで氷水にずっと浸かっているみたいに。そして夜中布団の中で濡れた手が俺の足首を探しているんだ。